はいどうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。今回はですね、いろんな習い事を勝手にランク付けしていきます。きっと皆さんいろんな習い事をしてきた人も多いかと思います。大人になって実感するのは、幼少期にどのようなことをね積み重ねてきたかっていうのがすごいいかに重要かっていうことを感じてます。ということで今回は幼稚園からだいたい小学生ぐらいまでの間に個人的にね習っておくとお得だよ、ためになるよっていうものをランク付けしていこうと思います。あくまでね僕個人の 100% の主観なので、人によってねそのランクは変わると思いますが、その場合ね皆さんの意見ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。それでは早速ランク付けしていこうと思います。まずは、水泳か。うわーどうだろうな、ほんのちょっと習ったことあるんだけど、C かな。水泳は C ですかね。水泳って全身をね使うわけだから、体の使い方っていうのを学べるわけで、ちっちゃい頃にね体の使い方分かっていくと、運動神経とかに直結しそうなねイメージはありますよね。ただ大人になったら陸でしか活動しないんで、海での動きっていうのが果たしてどれぐらい関係あるのかっていうところで A とか B ではないかなっていう。でも一応命のね危険も守れるので、例えば海の中で溺れてしまった時に助かるか助からないかって言ったら、最低限泳げなきゃいけないっていう意味ではC ぐらいですかね。では続いて、英会話か。英会話はそうだな B ぐらいかな。英会話は B ですね。僕は英会話自体は学んだことないんですけど、海外にいたんで、その身から言わせてもらうと、めちゃめちゃ英語できることっていうのはアドバンテージになります。受験でね英語っていうものの比重っていうのがすごい大きいっていうのもあるんですけど、やっぱり小さい時に英語に触れることのメリットってリスニングにいいんですよ。やっぱ英語のね音を聞き取るのって大人になってからだと結構ハードル高かったりする中で、ちっちゃい頃に英語のその語感っていうものを把握しておくことによって、かなり聞き取りやすくなるなと。あとはそのリーディングがすごい速くなったり、あとは発音もちょっとね良かったりっていうところもね、かなりちっちゃい頃から英会話やっておくことのメリットなんじゃないかなというふうに思います。それでは続いて、書道か。書道はね C かな。これは正直ね習ったことなくて、僕今字は汚いんですよ。最近結構綺麗になってきたのかなっていうふうには思うんですけど、字汚いのは困ってないっちゃ困ってないけど、綺麗に書けるに越したことはないですね。やっぱりね地味にね字を書く機会っていうのはすごい多いので、毎回字汚いとちょっと萎えますよね。僕がね字汚くなった理由っていうのも、ちっちゃい頃公文に通ってて、とにかく計算問題を早く終わらせる、プリントを1枚でも多く早くねやるっていう風にスピードを追求していった結果、字の綺麗さがどんどん失われていったと、そんな感じだったので、頭のね処理スピードに手が追いつかなかった結果字が汚くなっていったんで、そういった意味では後悔はしてないんですよね。字汚いのもしょうがないのかっていう風には思うんですけど、やっぱり字綺麗になるに越したことはないので、そっちの方が有意義だという風に思います。では続いて、野球か。野球ねD かな。野球はもちろん野球はねチームのねスポーツなので、そういったチームワークっていうのは学べることもすごいいいですし、あと礼儀とか上下関係、体育会系のイメージが強いんで上下関係が身につくっていうのはすごいいいと思うんですけど、イメージですよ、野球部ってめちゃめちゃ忙しいですよね。もうなんか朝から部活があってみたいなで、学校の授業身に入らずみたいな感じで、結構学業の方がおろそかになりそう、その犠牲が結構大きいんじゃないかなっていうイメージがあるので、一旦 D にします。でもこれは多分個人差はすごい大きいんじゃないかなっていうふうには思いますね。では続いては、塾か。塾はねこれさすがに A ですね。っていうのも、これ僕個人の感想ですけど、小学校で習う勉強って簡単すぎると思うんですよ。いや簡単すぎるというか、中学受験経験してる身から言わせてもらうと、大体ね学校の教科書で扱う問題と、例えば改正中学で出てくるね算数の問題比べた時にもう難易度5倍ぐらい違うんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。小学校の時点でね、それだけ思考力に差があったら、中高で勉強にね、重ねていくにつれてどんどんその、差は大きくなっていって、最終的にはものすごくね大きな差になってしまうんじゃないかなっていうふうに思ってて、やっぱ中学受験を経験してるからこそ、塾は A なんじゃないかなというふうに思います。では続いてピアノか。
ピアノはね、意外と B かもしんない。結構上ですね。僕もちっちゃい頃習ってたんですけど、ピアノってやっぱ10本の指と、あとペダルを踏むね、足っていうものを独立して動かさなきゃいけないので、結構頭の体操になるんですよね。実際、なんか東大の周りの人もピアノ弾ける人多いですし、なんならね、東大の同期で日本でピアノ1位になった人もいるぐらいなんで、結構ピアノができることっていうのは、頭の良さと相関関係はありそうな気がしますね。あとね、楽譜が読めるとか、あと音感が身につくとか、リズム感もね、当然身につくとか、いろんないいことがあるので、総合的に考えたら結構高く僕はピアノ評価してますね。では続いてサッカーか。サッカーね、野球と同じ団体スポーツだけど、C かな。野球と違うのは個人的なイメージですけど、サッカーができるっていうのは割とクラスの人気者になりやすいってイメージがあるんですよね。小学校の時も、休み時間サッカー上手いと結構なんか人気になりますし、中高もサッカー部ってなんかこう中心メンバーのイメージあるじゃないですか。団体競技でチームワークも学べるし、サッカーは最低限できてた方がいいかなっていうので C にしました。では続いてテニスね。テニスはそうだな、これはいいじゃないかな。テニスはいいですね。僕自身も中学高校でテニスはやってたんですけど、完全に趣味ですね。もちろん個人競技っていうのは自分の能力を高めるっていうことにストイックになれれば、かなりね得られるものも大きいとは思うんですけど、テニスやってる人でそういう人ってめったにいない。趣味でやってる人がほとんどですし、本当に趣味にやる分にはいいけど役に立つかって言われるといいかなと思います。では続いて通信教育。これは A でしょ。これもさすがに A だな。けど塾と比べてどうかって言われると難しいですね。大人になったら通信教育の方がいいと思うんですけど、幼稚園とか小学生の頃ってやっぱ自分で勉強できない人も一定数いるから、そういうね、なんていうか自主性がまだ育まれてない人からしたら塾の方がいいのかなって思いつつも、でも逆に勉強に対するモチベーションがあって次から次にね進めていきたいっていう人は、むしろ、映像授業の方がもう再現ないじゃないですか。才能が青天井っていう意味では通信教育の方が優れてる場合もあるかなと思うので、これは完全に子供との相性ですね。ただ少なくとも A であることは間違いないです。それでは続いてそろばんね。そろばんね、やったことないんだけど、そろばんB かな。これは別にそろばんを学ばせた方がいいっていうよりかは、計算が早いってめちゃくちゃお得だなっていう風に思ってて、だから B にしたんですけど、小中高のうち計算って何回するのって話ですよ。この計算を早くすることってものすごく時間効率いいんですよ。だって1回あたりじゃあ3秒早くなったとして30万秒お得、86,400秒で1日だから、そう考えたら丸3日しか得じゃないのか。いや丸3日って結構大きいかいやわかんないな。その計算が早いことによって数学の問題とかさらに解けるようになった結果、いろんな問題に取り組めて、思考力っていうのも磨かれていくわけなので、そろばんである必要はないけども、そろばん学ばせて最低限計算力っていうのを高めておくってことはすごく有意義なんじゃないかなというふうに思います。それでは続いて、バレエか。バレエちょっとよくわかんないですね。でも D ぐらいかな。イメージとしては姿勢が良くなるとかで、その結果ちょっと身長が伸びそうとか、あと柔軟性とか高まりそうですよね。ただずーっとつま先立ちしてるのでなんかしんどそうみたいな、もうよくわかんないですけど、D ぐらいですかね。はい。で続いて空手か。空手はいいっちゃいいけど、この中では D になるのかな。もちろん礼儀正しさとか身につくとは思いますけど、それ以上のイメージがあんま湧かないですね。で続いてが、ボーイスカウト。いやボーイスカウトもよくわかんないけどいいかな。ボーイスカウトこのご時世サバイバルしないでしょ。いいかなと思います。で続いてがダンス。ダンスか。ダンス地味に B かもしんないな。ダンスダンスってちっちゃい頃に学べば体の使い方とか、なんか結構アイソレーションって分かりますか？その体のいろんな部位をこう別々に動かすみたいな、そういうのとかやると基本的な体の使い方とかっていうのも学べるし、あとリズム感も良くなりますよね。でやっぱり体のね綺麗な使い方を抑えておくことって個人的に地味に大事な気がしてて、ちょっとダンスをやっといて体の使い方の基礎を抑えておくことによって、ちょっとした振る舞いにかっこよさ
さが出てくるみたいな、そういう意味では、最低限ダンスちょっとだけやっといくのがいいんじゃないかなというふうに思います。でもなんか最近確かダンス必修になったんだっけ、学校で。だったらね、わざわざ習わせる必要は必ずしもないかもしれませんね。それでは続いて、プログラミングか。うわ、今時だね。僕の時代の頃はなかったからな。プログラミングはB なんじゃないですかね、これは。っていうのも、最近の時代の流れとして IT 全く分かんなかったら結構きついかなっていうふうに思いますし、やっぱそのプログラミングって一つの作品を作るときにプログラムの中身の構造っていうのをちゃんと組み立てていくっていう、論理的思考力っていうのはすごい求められるわけですよね。あと何を作るかっていう時の、創造性っていうところ、クリエイティビティっていうのも求められるわけだから、結構最近で言うと学生がアプリを作りましたとかっていう事例もよく聞くので、ちっちゃいうちからコンピューターっていうものに慣れ親しんでいろんなものを作れるようにしておくっていうのは、そういう創造性を養うっていう意味でもめちゃくちゃなんか良さそうだなっていうふうに思いますね。では次が最後かな。ゲームか。ゲームは習い事ではないと思うけど、ちっちゃいうちにやっていくっていうのは個人的には A だと思いますね。はい、A ですね。完全クリアを目指すとか、いろんなやり込み要素、タイムアタックとかっていうのを考えていくと、いろんな能力が必要になってくると思うんですよね。っていうのも、やっぱ大人でもゲーム楽しくてやり込むわけじゃないですか。でも大人でも難しいんですよ。そんな大人でも難しいものを子供のねながらに、頭使ってどうやったらクリアできるだろうっていう風に考えていくことは、目標達成能力みたいなものも磨かれますし、やっぱ思考力とかいろんな能力が必然的に必要になってくるので、実は子供のね成長にすごいいいんじゃないかなという風に思います。実際東大生の中でもゲームやり込んでる人がめちゃくちゃ多くて、例えば音ゲーとか好きな人多いですよね。音ゲーって、毎回こうゲームしてその後結果が出てくるじゃないですか。でその結果見てどうやったらよりその点数を高められるんだろうっていうことを分析して、それをどんどん練習していくって、なんか勉強の模試の点数を高めていくみたいなものにかなり近かったりして、かなり東大生もゲーム好きな人が多いです。でもね、なんといってもやりすぎてしまってはもう逆効果どころかもうとんでもなく EFG とかなんで、ちゃんとやりすぎには注意しましょう。ということで今回いろんな習い事をランク付けしてきました。僕がね小学生だった時のことを思い返しながら話してきたんですけど、もしね今僕が小学生に戻ったとしたら、何するかなって考えたら、とりあえずいろんな習い事を習ってそのエッセンスを抽出していって一つのことに突き抜けていくんじゃないかなと思います。僕の場合で言うと多分映像授業を使ってもう次から次に小学生のうちからもう小学校中学校高校の勉強をひたすら極めていくと、今回のランク付けは僕の個人のね主観なので、ぜひ皆さんの意見もコメントで教えてください。ということでチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。